アパートの空き家で女性が死んでいます。遡ること24年前の1997年3月19日、東京都渋谷区丸山町にあるアパートから通報が入りました。通報したのは隣の建物に住んでいたネパール人の男性アルジュン・タパです。アルジュンが遺体を見つけたのはラブホ街にある古いアパートの一室。空き家であるはずのその部屋で被害者の女性は首を絞められて亡くなっていたんです。現場からは被害者以外のものとみられる毛髪や性交の跡が見つかり、財布の中から現金4万円がなくなっていることが判明。警察は現場の状況から被害者と関係を持った犯人が被害者の女性を殺害した後に現金を盗んで逃走したものと推測しました。警察は強盗殺人事件として調査を開始。すると捜査をしていく中で被害者の衝撃の事実が次々と判明していくんです。被害者として発見された女性は去年39歳の大企業のエリート幹部社員だったんです。高学歴高収入というエリート街道まっしぐらの大企業の女性社員。そんな彼女がなぜこんな場所で遺体となって発見されてしまったのか。捜査が進む中で明らかとなった彼女が抱えていた闇とは。おそうす、気分はずっと夏、ケンちゃんです。明るい未来に就職希望、やみやみこです。本日ご紹介するのはとあるエリート企業の OL 殺人事件についてなんです。なんかこれチラッと聞いた感じだと、これめちゃくちゃなんかさ、いろんなノンフィクション小説とかさ、の題材にもなってるような事件よね、これ。そうなんです。もう事件全体から、なんでこんなことが起きたのかとかね、もういろんなねことが推察される、闇をね感じれるところがあるんで、いろんな媒体でね小説とかね、さっき言ったみたいな、映画とかね、動画になったりとかしてるんですけれども、というのもですね、実はね被害者っていうのはエリートのね会社の社員の顔の他に、実はもう一つの顔があったと言われているんです。もう一つ。ボロアパートで見つかった女性。被害者の名前は佐川香織。大手電気会社で初の女性総合職として採用され、若干39歳で幹部社員として勤務していた超エリート社員。その経歴も素晴らしいものでした。1980年に慶應義塾大学を卒業した佐川は、同期入社した女性の中でいち早く管理職に抜擢され、会社を代表して現在の経済産業省と連絡を取る重要部署の副長にまで上り詰めるんです。この大手電気会社は9割が男性社員という男社会。さらに事件当時はまだ女性が管理職になるというのは珍しい時代。誰もが佐川のことを人生の勝ち組だと思っていたんです。そんな佐川が遺体となって発見されたのは、輝かしい経歴からは想像もつかないボロアパートの一室。なぜ佐川はそんな場所で遺体となって発見されたのか。警察が事件の真相をつかむため周囲に聞き込みをしていくと、普段の被害者からは想像もつかない姿が証言として出てくるんです。その女性なら大量の菓子パンをすごい勢いで食べていたよ。おせっかいな証言だなこれ。コンビニのおでんを食べているところを見た。大量のこんにゃくと汁を購入していて、よくあんなに食べれるもんだと思ったよ。これもおせっかいやな。ああ、その女性ならよく知っているよ。毎晩終電で帰っていくのを見ていたからね。毎日定時になると席を立ち、まっすぐに帰宅していると思われていた佐川は、夜な夜な夜の街で活動しているのを多くの人が目撃していたんです。夜の街で目撃されていた佐川は、昼間とは全くの別人でした。濃い化粧に派手な服、別人のようなウィッグ、そして丸山町で男性にこう声をかけていたというんです。私とセックスしませんか？これってその言葉のまんまの意味で捉えちゃっていいの？まあそうなんですよ。この丸山町っていうのはですね、佐川が見つかったホテルがあるね町なんです。まあホテル街ですね、要するに。そんなことしなくてもお金には困ってなかったんじゃない？まあそうですよね。ですがね、なんと彼女の手帳には1日でね4人の男性と関係を持つことがノルマとして書いてあったんです。エリート企業に勤めてるのにそんななかったのかしらね。このね佐川っていうのは拒食症にね苦しめられたとも言われてるんです。いろんなねことがあったと思うんですよ。輝かしいね経歴だったとは思うんですけれど、まあそのこと自体がね彼女自身を苦しめていたんじゃないかとも言われてるんです。尊敬した亡き父の存在。亡き父の名を汚さぬように頑張る。被害者の父親は佐川が若干20歳の時に病気で亡くなっています。聡明で物知りな父は佐川の自慢の父でした。そんな父親が勤めていた会社がこの大手電気会社。被害者は亡き父の姿を追って同じ大手電気会社に就職します。そして会社初の女性総合職として採用された佐川を苦しめたのは時代の風潮でした。女の仕事はお茶組にコピーだろ。社風古。佐川が電気会社に入社し20代を仕事に捧げた1980年代は、女性は
仕事はせず家庭を守るのが当たり前という時代、女性が担当できる仕事といえば単純作業、補助作業とされていました。結婚、妊娠、出産、産休を理由とする解雇が平然と行われていたような時代なんです。そんな状況にも負けず、佐川は経済分野でいくつもの論文を発表し、経済分野の評論家、エコノミストとしても活躍していました。佐川は電気会社に勤めながらも原発の危険性を訴える論文を書き、上司に圧力をかけられたこともあったようなんです。それでも佐川は努力し続け、東洋経済新報のコンテストで佐川の論文が選ばれたこともありました。佐川は憧れの知の背を目指し、懸命に成果を出していたんです。しかしそんな佐川に衝撃的な噂が届きます。同期の女性がアメリカのハーバード大学に留学をする。佐川はその選考に漏れたのではないか。その噂は同期の誰よりも成果を出していた佐川を焦らせていたのかもしれません。それから数年後、さらにショックな出来事が佐川に起こるんです。1988年から3年間、大手電気会社から外部のシンクタンクへ出向することが決まったんです。シンクタンクとは各分野を専門的に調査する研究機関であり、出向は出世の伏線と言われる喜ばしいこと。しかし大手電気会社の企画部調査課からの出向先は経済産業省に行くのが通常。なぜか民間のシンクタンクに出向が決まってしまった佐川は、この出向を不満に思っていた可能性が高いんです。会社から追い出された、エリートコースから外れた、父の名を汚した佐川が夜の世界で活動し始めたのはこの頃だと言われているんです。世間の逆風にも負けずに頑張っていた佐川は、その努力の分だけ深く傷ついてしまっていたのかもしれません。すっごいやるせない話ね。なんで彼女が夜の街で体を売っていたのか、そして夜な夜な街に繰り出していたのかっていうのはね、未だにね、謎に包まれてるんです。当然これは犯人は捕まってるでしょう。というわけでね、この事件の結末を見ていきたいと思います。自首してきた容疑者。事件発覚から2ヶ月、警察は容疑者が犯人である証拠を集めていました。警察が容疑者として疑っていたのは第一発見者のアルジュン・タパ。アルジュンはネパール国籍の外国人で、被害者の遺体が見つかったアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長を務めていた人物。そんな彼がどうして容疑者とされていたのか。実はアルジュンは事件の捜査が始まると忽然と姿を消してしまっていたんです。突然の失踪に警察は当然アルジュンを疑います。そして警察が捜査を進めていくと、様々なことが判明していきました。被害者が殺害されたと推測されたのは、遺体が発見された10日前の1997年3月8日の深夜から9日の早朝にかけて、そして事件が起きたと思われる時間の直前には、現場近くで被害者と共に行動している外国人風の男性が目撃されているんです。被害者の手帳にはアルジュンと会っていたことが書かれており、さらに事件前には所持していなかったはずの金額を事件後に知人に渡していることが判明しています。そして何よりも決定的だったのが DNA。 なんと事件現場で発見された毛髪や性行為の痕跡から検出された DNA とアルジュンの DNA が一致したんです。そんなアルジュンが再び警察の前に現れたのは事件発覚から3日後、3月22日。自ら警察署に出頭したアルジュンはこう言いました。僕はやっていません。どう考えてもアルジュンしかいないでしょ、犯人。警察もね、そう考えてたんです。いやだってさ、失踪してた説明がつかないじゃない、このままだ。でもね、アルジュンにはアルジュンなりのね、事情があったんです。自ら警察署に出頭してきたアルジュンは無罪を主張するんですが、彼の行動も現場の状況もアルジュンが犯人だと示しています。お前が犯人じゃないというならどうして逃げたりしたんだ。警察がそう問い詰めると、アルジュンは自らの罪を告白しました。アルジュンは不法滞在者だったんです。警察に不法滞在がバレて強制退去させられることを恐れたアルジュンは仲間たちと共に警察の前から姿をくらませます。しかし自分に強盗殺人の容疑がかけられていると知り、誤解を解きたいと思い自ら警察署に出頭。アルジュンを怪しんでいる警察はひとまず入管難民法違反として不法滞在の罪で逮捕。こうしてアルジュンの身柄を確保することに成功した警察は、強盗殺人の容疑でもアルジュンを逮捕起訴しようとします。アルジュンは一貫して無罪を主張していました。私はいかなる女性であっても殺したこともなければお金を取ったこともありません。しかし警察は現場から発見された数々の証拠とアルジュンの不審な行動を根拠にアルジュンが犯人だと主張。そして同年5月20日、ついに入管難民法違反で有罪判決が出ると同時に、アルジュンが強盗殺人の容疑で再逮捕。弁護団とアルジュンはそれでも無罪を訴え続けるんですが、警察の疑いは晴れません。アルジュンの弁護団は一貫して彼は無実だと確信していました。なぜなら警察がアルジュンが犯人である証拠としたものは状況証拠ばかりで、犯行と直接結びつくような手がかりはなかったんです。自分は無実だと訴えるアルジュンから自白があるわけもないんです。その結果、2000年4月14日に行われた第一審では無罪という判決が出ました。当時の裁判長は状況証拠しかないことを指し、次のようにコメント。これらの各事実を総合したとしても一点の疑念も抱かせることなく、被告人の有罪性を明らかにするものでもない。つまり提出された証拠はアルジュンが被害者を殺害したことを示しているとは言えず、他の人物が真犯人である可能性を否定できない。
疑わしきは被告人の利益にという原則に基づくと合理的に考えて無罪の可能性が残る状態で有罪判決は出せないということなんです。こうして無罪を勝ち取ったアルジュンなんですが、彼が釈放されたのはなんと15年後。なんでそんな期間が空いちゃうわけよ。実はね、ここからね、判決はね、2点3点することになるんです。アルジュンの無罪判決を受け4月18日に検察側が控訴します。そして12月22日に行われた第2審ではなんと有罪。第1審では証拠として不十分だとされた状況証拠だけでアルジュンが有罪とされたんです。神様、僕はやっていない。有罪を確実に示す証拠が出てきたわけではないのに曖昧な理由で下された有罪判決。しかも判決は無期懲役。アルジュンは当然上告するんですが、2003年最高裁判所にて上告は棄却。無期懲役の有罪判決が確定したんです。彼の無罪を信じている弁護団は諦めませんでした。2005年3月に再審請求を行い、4年後の2009年ようやく東京高等裁判所は幅広い証拠開示と遺留品の保管を検察に要請、鑑定も再度行うように求めたんです。そして2011年、衝撃的な事実がわかるんです。被害者の遺体から発見された DNA はアルジュンのものではなかったんです。そこからさらに最初の捜査の段階で遺体の胸に残っていた唾液の血液型がアルジュンの血液型と一致していなかったことが分かっていたにもかかわらず、裁判でそのことが言及されていなかったことが判明。意味わかんないですよね、マジで。なんと現場から発見された DNA とアルジュンの DNA で一致したものはたくさんある毛髪のうちのたった1本とトイレに捨てられていた避妊具の中の体液のみ。遺体に残っている DNA は全てアルジュンと血液型さえ異なっていたんです。この事実が判明し、検察、警察は世間から大きな批判を浴びました。意図的に犯人を仕立て上げたのか、都合のいい証拠だけを出していたのか。つまり検察は異なる DNA の男が犯人であると強く疑われる状況だったにもかかわらず、無理やり状況証拠だけでアルジュンを無期懲役の有罪にしたんです。2012年6月7日、東京高裁は再審開始と刑執行停止を決定。その後15年の長い年月を経てやっと母国に帰れたんです。本当にアルジュンは犯人じゃなかったのね。いや、そうなんですよ。アルジュンはね、結局15年後にね、釈放されたんですけど、もう15年っていうね、月日はね、長すぎたんですよ。なんとですね、彼は実の父の死にね、立ち会えなかったんですよね。むごいわね、そうなって許せないくるですよ。と。結局そうなってくると恨むべきは真犯人じゃない。捕まったの真犯人。実はですね、この真犯人っていうのは未だに捕まっていないんです。アルジュン以外の男性が被害者と関係を持っていたことを示す DNA。 事件当日に被害者と一緒にいたという外国人風の男性の目撃証言。なぜか現場から車で約25分離れた巣鴨の民家で見つかった被害者の定期。この事件は多くの謎を残したまま控訴事項を迎え、2012年未解決事件となってしまいました。被害者の定期が見つかった民家は地域住人でないと足を踏み入れないような場所。もし警察が事件当時にアルジュン以外の犯人の可能性を認めて捜査していたら、結果は変わっていたかもしれないんです。事件から24年、一体佐川を殺したのは誰なのか。定期券はなぜ被害者と関係のない巣鴨で発見されたのか。犯人は今もどこかで裁かれることもなく平和に暮らしているのかもしれません。